皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、今週ストップ高を何日もつけた銘柄。ここ約2ヶ月で何度も大きな上昇を記録しているデータセクション。収録時点の水曜日でも今週は毎日ストップ高をつけているといった状況です。足元では株価3390円、PBR が29倍と、そして時価総額700億円に迫るところということで、今回の急騰を見せる前の株価水準ですね。2ヶ月前700円台でしたので、そこから約5倍になっているといった状況です。もともと100億円台だった時価総額は700億円、そして1000億円と近づいていく過程にあるといったような状況ですね。もし1000億円到達することができれば、小型株のジャンルの中ではかなり大きめの部類になってくるかと思います。そして足元では何日もストップ高を記録してはいるんですが、約1ヶ月前、5月の末から6月の頭にかけて、一度700円のところから大きな急上昇2700円まで到達しました。そこから6月末にかけては綺麗な山をつけるように戻してきた。一時1500円を割り込んだところから再び足元のところで急上昇しているといったような展開になっています。今回はこちらの銘柄でどういった内容が起きているのか、そしてデータ的にはここからでも追いかけていく価値のあるような銘柄なのかというのを考えていきたいと思います。まずは足元で何日もストップ高をつけるような展開のトリガーとなったのがこちら。NVIDIA 社の GPU 搭載サーバー、この調達に成功したと、この発表が4日にあったんですけれども、そこから1週間経とうとしているところでもまだ勢いが止まらないといったところ、少し遡りまして4日の記事、具体的なところを見ていきますと、1586円から400円高のストップ高買い気配と、1986円で引けたタイミングですね。4日の段階で出た記事では、NVIDIA の最新技術を活用し、100エクサフロップス、毎秒で K の100倍の回数を単位とするエクサフロップスというのがあるようですが、これを超える計算性能を提供するもの。だいたい約半年前には、今後の AI 事業の広がりについて懸念をマーケットでは示されていた。本当に収益化できるのかみたいなところが話題に上がっていましたけれども、こちらのデータセクションという銘柄は今ご紹介したような NVIDIA の最新技術を使った GPU のデータサーバーを大阪府内に設置するといったような大テーマでの銘柄ど真ん中と言えるかと思います。そしてこちら具体的には GPU サーバー625台の取得という契約ですので、総額約2億7200万ドル、日本円で約400億円と結構な規模感の買い物になりました。これに対して資金は AI データセンターの顧客から前受け金の48億、これと借入金の343億円充当して購入する予定と。データセクションがこの金額を借りることができるのか、そして経営状況に影響がないのかというのがまず気になるところですが、足元25年3月時点での自己資本は約23億円、総資産は45億円ということで、自己資本比率がちょうど半分程度というところ。バランスシートは40億円、50億円程度の企業ですが、今回400億円の買い物をするということで、この資金調達に関しては桁一つ大きいということで、少し注目になってくるかもしれません。個人的には一時、エアバス380を6機購入したとある企業が頭をよぎりますが、そうならないようには注意していただきたいところです。ということでデータセクションが順調に資金を集めれるのかという点も踏まえて、バックにどのような大企業がついているのか、結構意外とですね、有名どころがデータセクションをサポートしています。というのも具体的にですね、データと AI の相互活用。例えば小売店でどのような商品がどういったターゲット層に売れているのか、データを集めることで今後収益を最大化するような商品展開はどういった割合なのか AI で計算してみるといったような使い方。この例の小売業に限らず、あらゆる業界でデータと AI を掛け合わせるといったものは活用の余地があるというふうに見られます。バックについている大株主情報、例えば KDDI が 15% 弱、そしてこちら4年程度と長らくデータセクションをサポートしています。また大きな保有比率ですと、ハヤテマネジメント 9.5%、また割合は 3% ですけれども、バルクホールディングスといった資本提携を行っている企業も見受けられます。こういったあらゆる企業がですね、先ほど申し上げたようなデータと AI の
相互活用。かつては TBS であったり NTT とも協業していたような銘柄ということで、再び AI 銘柄が活況になってくると、真っ先に注目されてきそうな銘柄ではあります。また大株主のデータご覧いただきますと、今度はですね、ちょっと気になるところ、保有比率最も大きなのはファーストプラスフィナンシャルホールディング約 20%、そして UFO の中ほどですね、シティックセキュリティーズ香港とあります。さらに一番下フィリップセキュリティーズ、こちらも香港とあります。この3社、シンガポールあるいは香港といった中華圏の投資会社ということで、以前フィリップ証券は怪しい動きをしている証券会社の一つとしてとある銘柄でご紹介しましたし、シティックというのは中信証券と中国政府が主要株主である中国中信集団公司、この参加企業ですので、データセクション自体が取り扱っているデータあるいは AI 活用といったところが、こういった大陸の社会主義国家、共産主義国家に流れていかないかというのは懸念材料の一つではあるかもしれません。怪しい海外資本も見受けられながら、少なくとも KDDI やシャープといった大企業との協業も見られるということで、だからといって必ず先ほどの規模の資金調達できるとは限りませんけれども、現在足元の株価水準とこれまでのデータセクションの業績推移をここでご覧いただきたいと思います。つまり今足元で跳ねている株価というのがトリガーとなったのは NVIDIA の GPU サーバーがゲットできたということであれば、ファンダメンタル要因ですので、今後業績が上がっていくというような見方をされている。その上がり幅というのが株価と業績で妥当性があるのかというのをデータ上ご覧いただくわけですね。これがあまりに妥当性がないような上がり方であれば、今から入っていくのは危ない水準ですし、まだまだ妥当どころかもっと伸びていくと利益の成長者が見られる中での株価急騰であれば、それはここからも少し上を見ていけるんではないかということになるわけです。そうすると2016年から10年程度、棒グラフで売上高と営業利益、こちら左軸の100万円単位です。一方で赤の線グラフ、株価は右軸、単位は円となっています。そうするとですね、非常に綺麗に売上高が毎年右肩上がりに成長している。一方でオレンジの棒グラフ、営業利益は全然上がってきてないわけですね。そしてここ足元3年なんかはどんどんと大赤字を記録していたわけです。ただ赤の線グラフ、株価の推移ご覧いただきますと、2023年を境に切り上がっているわけですね。そして足元2026年のところに3390円、3000円超えプロットしましたけれども、グラフ上見にくくなりますので、右軸では1800円上下にして切り離しているという、こういった株価吹き上げている状況ですね。ですので、売上高営業利益の四半期ごとのトレンドご覧いただいても、データセクションは毎年ですね、固まって利益が出ているような傾向がありますが、それらをローリングしたデータですので、結局は1年間通してのトレンド変化というのは、売上高の方は左側レンジの棒グラフと同じように綺麗な右肩上がりを描いている。逆に営業利益に関しては季節ごとの変化があまりない中で、下がり始めると一方的に下がっている。下がり始めるとほぼ挽回の余地なく一方的に3年間下がり続けている状況です。ただですね、足元のところでは若干底打ちしているようにも見受けられます。これがですね、今回の株価急騰のトリガーとなったサーバーの話題が出る前の状態です。これではですね、少し株価に対する説明として業績使いづらいですので、少し一時的な加工をしたいと思います。この左側のデータを用いて今度比べたいのは、まずは売上高成長率、黄緑の線グラフですけれども、これはですね、左側の棒グラフが前年度対比で何%増えているか、そして今度オレンジの利益率と書いているものは、その年その年の営業利益が売上高に占める割合、どれぐらい売上高に対して効率よく利益に落とし込めているかというのを比率に直したもの。これがそれぞれ左軸になっています。そして赤の線グラフは25年3月までの株価推移ですね。そうするとですね、2023年のところまではいずれのグラフも上げ下げのトレンドが一致している。かなり相関の高い動きをしているのがお分かりいただけると思います。つまりですね、株価の変化は売上高のトレンドと営業利益が売上高に対する比率、利益の効率性、
こういったところをデータセクションに関しては株主に見られている、投資家に見られているということになります。一方で、23年以降ですね、株価は24年、25年と上がってきている。3年前は一時300円を切るようなところありましたけれども、今回のニュース出る前でも900円のところは戻していたわけですね。営業利益は先ほどご覧いただいたように3年間赤字がどんどん拡大している中で、売上高は順調に伸びているということなので、足元では利益の効率性重視というのはほとんど見られていなくて、売上高の成長率が大きいものというところをより投資家が重視しているというのがお分かりいただけるかと思います。さて、そんな中で株価今足元3300円超えてきていますけれども、それを2026年のところに当て込んで、売上高成長率や営業利益率がトレンドの相関性と偏り踏まえてどれぐらいの割合で今年度成長すれば相関として違和感がないかというのを当て込んでいく。そうすると今の株価3300円のところで期待されている売上高や営業利益がどれくらいかという目処が出てくるわけです。そうすると売上高の成長率はだいたい 150%、営業利益の割合というのは 26% 程度で、過去最高水準ですけれども、これぐらいだと今の株価変化で、あまり違和感がないかなといったような水準感。これをですね、再び左側の元の業績の数字に直して当て込んでいくと、こちらのグラフになります。2026年一番右側は予想ですけれども、まず売上高は 150% 増で73億、その4分の1程度が営業利益になればいいなということで2000億程度。そうするとですね、これぐらいの売上高成長率や営業利益率を織り込んであげてみないと PER というのが下がってこない。つまり 150% であったり 26% という数字は結構高く見えますけれども、今の3300円という株価を今年度に限っての業績を体現しているという意味で前提を置いて計算するにあたっては、この 150%、26% を下げてしまう、もっと低い水準で見積もってしまうと、当然26年度に入っている売上高や営業利益の数字というのは下がるわけですので、これに対する株価、つまり PER というのは高くなってしまう。株価は割高ですよという評価になるわけです。つまり今足元の3300円の株価の妥当性に近づけてこのパーセンテージ設定した上で予想の売上高営業利益の金額を出して、そして例えばこの数字ご覧いただいている中で計算してもまだ38倍程度ということで、どちらかというと割高な数字、つまり PR をもっと妥当な水準まで下げようと思えばトレンドとして仮定している 150% や 26% をもっと上げてこないと説明がつかないということになります。そうするといかに株価の吹き上げ方というのが急なものなのかというのが実感いただけるかと思いますが、例えばですね、そもそもデータセンターを構築することができれば、2026年度だけじゃなくて何年間にわたって利益の成長が期待できるではないか。つまりキャッシュフローの計算上5年あるいは10年の範囲内で割っていくのが妥当ではないかということですね。そうすると今ご覧いただいている数字というのがもうちょっと和らいでくるかなというところを、実際データセクションも成長戦略のイメージとして事業計画では2020年度に売上高100億円、これを目指している。つまり 2020X と書いてますので、あと 4,5 年の範囲内で売上高100億円を達成すればいいんではというような計画であれば、今ご覧いただいている家庭の数字73億が入っていますけれども、これも別に変な数字ではないというわけですね。あえてこの前提で変なところを申し上げると、26年度にいきなり計上しているところ。当然将来の企業のキャッシュフローを現在価値に直すときには何年間にわたって業績変化を予想して足元に割り込んでいくという作業を株価の妥当性検証するときに行うことがあります。当チャンネルでも他の銘柄で何度もその作業を行いましたが、ではなぜ今回2026年のところにまとめて計算したんだと言いますと、結局はですね、何年かに割り込んで計算しても金利がそんなに高くない世界であれば、このグラフが何分割かされるだけというところ、あとは簡易的に行えるという点と、今足元ですでに3300円をつけているので、これを何年かに分けていくということは、3300円から900円あるいは700円のところ、この上がり幅というのは本来は何年間かけて上がるべきだったという考え方になってしまう。そうすると今足元で
急騰しているのは、例えば3年間で割り込むべきという考え方であれば、3300-900の2400割る3で、だいたい800円程度の上がり方というのが妥当ではないかというような考え方になってくるわけですね。ということで、結局は今足元3000円超えてくるのが何年もかけて100億円に向かっていくというよりかは近い未来ですね。少なくとも1年2年のところで75億円程度は売上高で達成してくれる。そして営業利益は20億円ぐらいは計上してくれるといったような織り込み方であるよということをお伝えしたいがためにこちらの計算になっています。ですのでご覧いただいている方でもうちょっと正確に何年か分けて妥当な株価水準というのを計算したいと、こういった簡便な思考だと違和感あるよという方は今申し上げたようなパラメータ少しいじくりながらお手元で検証してみていただければと思います。それでは最後にですね、空売りの状況。なぜこれをご覧いただきたいかと言いますと、結局足元で3000円超えてきているのは、75億円程度の売上高と20億円の営業利益。これを織り込んでいくには、少し個人的には大きめかなとは思います。その株価反応が大きめになっている要因として、空売り勢が買い戻しをしている。これが適正なところから上振れを読んでいるんではないかというふうに考えたときに見ていきたいグラフですね。そうするとオレンジの棒グラフが空売りなので、6月末時点でも 25% 程度乗っている。さらに珍しくピンクの信用売りというのが載っています。このあたり踏まえると、今株価急騰していますので、この空売り勢というのは焦げついていることかと思われます。一方で、水色の信用買い、これも 40% 近く出ていますね。これも減引きされるか、クローズしてポジションが減っていくといったような展開が、短期的には現れるかと思われます。ですので今足元では一つの考えうる過程でのシナリオですけれども、まず株価がファンダメ要因で急騰している。その中で空売り勢、オレンジが焦げついて、この段階では株価まだ高水準かと思いますが、その後に水色の信用買いですね。これが順次ポジションを閉じていく。そうすると今度は信用買いのクローズですので、少し株価調整、高い水準からは戻してくるようなシナリオも想定されるということで、今申し上げたシナリオがもし実現すれば、この後のグラフの展開としては、オレンジと水色の上下の幅というのがだんだんと狭まっていく。そうするとまた株価に対しては適正なところに戻ってきて、業績の成長に伴った動きが期待できるんではないかというふうに思われます。ですので高値掴みには気をつけましょうというところですね。そしてご覧いただいているこちらの棒グラフは他の銘柄でもいろいろご紹介していますが、1週間おきのポジション変化を観察しているものですが、日時での変化をご覧いただきますと、どういった証券会社が空売りポジションを斡旋しているか確認することができます。そうするとですね、最近ビットコイン関連の銘柄の動画でもたびたび登場するようなモルガン・スタンレー赤の線グラフがこちらの銘柄でも活躍しているのがお分かりいただけます。一方で薄いオレンジの面グラフは足元7月4日以降ですね、未だに高水準 8% 中盤で空売りを斡旋している。このあたり焦げついてきて下がってくるような様子、そして真っ先に息切れしてくるような空売りのポジションがどこの証券会社から斡旋されているのかというのがこの後は日時で気になるところですので、そういったデータで大きな動きが見られるようですと、毎回さすがに動画を作ることできませんので、Twitter、現 X ですね。もし時間と余裕があれば、そちらでもご紹介してみたいなと思います。ということで今回は足元急騰、何日もストップ高を記録したデータセクションという銘柄、高値掴みしないように簡易的にシナリオ、あるいは妥当性を考えていきたいというお話をご紹介いたしました。当チャンネルではデータ分析中心に株式投資、裏側の動きというのをご紹介していますので、少しでも興味がある方はよろしければ高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画をお楽しみいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。